これ。なんでなんやろなんでやろなんでなんでですか？いや、なんかこれ、一切暗記できないんですけど。愛情がないって。いやいや。そういうことで、なんかこの文章覚えられ、7年毎週やってきてこれですからね。もう7年やからさ、リアルに300回以上やってるでしょ。怖っ。だって1年間でさ、50回ぐらいやるわけやん。週1やったら。マジ300回どころの詐欺じゃない。そうでしょ。それだけやってんのに、覚えられへん。なんででしょうね。怖いです。すいません。はい、そんなこんなでやっておりますけれども、はい、1月 23! 言いましたよ、1月23って。間違ってなかった？そこもやん、大丈夫？はい、123でございます。1月23でございます。皆様、いかがお過ごしですか？はい。私はですね、現在ですね、右膝電柱靭帯断裂という大怪我をしてしまったがばっかりに、それの手術と入院をしております。はい、入院中でございます。はい。まあそうですね、非常に長い2週間ちょいの入院生活ということになりますので、まあちょっとね、大丈夫かいいなっていうところはありますけれども、まあおそらく元気に、していてほしいです。はい、していてほしいですね、本当に。頼みます。はい。っていうこともあって、ちょっとね、はい、入院のお休みいただくということで、ちょっと収録が、はい、ちょっと前のものになってしまいますけれども、皆さんいかがお過ごしですか？はい。そうですね。まあ、なんか、質問あります。質問あります？なんか、そうですね。はいはい。入院するときに必ずこれは持っていくだろうっていうものですか？はい。そうですね。まあ、なんか乾燥するかなと思って。でもなんか加湿器は、だから大変って言われました。衛生的な部分も含めて、大変じゃないかっていうのを、ちょっと看護師の方に言われたので、でも肌が乾燥してしまいたくないので、大量の化粧水と、で、美顔器を持っていこうと思います。そこはちょっとちゃんとケアをしましょうっていうことですね。はい。そう。お部屋がね、まあ、一応個室希望しております。なぜならば、私はやっぱちょっと痛いとか言ってしまいそうで、大声で。そう。だから周りが迷惑してるだろうなっていう判断で。っていうのと、まあ、ちょっとお仕事も、まあ、なるべくやりたいなっていうこともありまして、リモートっていうか、まあ、できる作業はしたいっていう思いもありまして、個室を選択しておりますが、あれって入院する当日にならないと、空き状況がわかんないんですよ。まあ、いろいろ、ね、個室を必要とされる方も多くいらっしゃる状況もあるだろうしっていうこともあって、そう、だからまだ、ちょっと今現状分かってないです。うん。あとは、そうですね。大量の水を持っていこうっていう感じです。なんかお茶しか出ないらしいんです。私お茶飲まないんですよ。だから水はちょっといっぱい持っていっとこうかなっていう。はい、感じ。不安なところは、まあちょっと今回全身麻酔ということは初めての全身麻酔ということもありまして、まあちょっと、大丈夫？ちゃんと戻ってこれる？意識に。そこの、まあ大丈夫でしょうけど、心配も、ややあるが、まあ、でも、多分ね、私ね、2週間あっという間に感じるんじゃないかと思いますよ。だっていろいろやっぱり映画見なあかんでしょ？で、まあ、ネットフリックスで配信されたやつとかいろいろ見なあかんし、ほんで、まあ、なんか音源編集とかするんじゃないですか。で、映像編集してとかって。大変。Wi-Fi ありますよ。最近のもう病院 Wi-Fi は必須ですよ。あるって聞きました。で、
でもね、この入院前にね、ちょっとね、プチ旅行行くんですよ。韓国行ってくる。韓国知って、ちょっと、まあ、ね、肌とかちょっと綺麗にして、で、入院しようかな、みたいな感じ。そういう感じなんで、まあちょっと本当に、ちょっと長期間の、ある意味、休みみたいなもんですかね。ちょっと、休ませてください。ちょっと働きすぎた。去年、特に。ちょっと休ませてもらって、ちょっと頭を整理します。はい、体を治すこともだけど、なんか、自分の創作意欲をね、しっかりかき立たせれるように、いろんな作品見たりとか、その映画とかね、こんなん作りたいなと、音楽もいろいろ触れる時間にできたらいいなと思っております。ので、皆さん、はい、無事に帰れることを願っといてください。はい、なんかいろいろエピソードあったらいいななんて思ってますけど。うん。あとね、もう一個ね、持っていこうとしてるものはね、なんか多分いろんな人にお世話になると思うんですよ、私。で、私、お世話になった人に、いつも何かしらをプレゼントしたいくって、そういうのが好きな人なので、韓国で大量にパックを買っていって、顔のね、それをちょっとお世話になったスタッフっていうか、まあ、お世話してくださった皆様に、ちょっとぜひおすすめのパックをあげたいなと思ってるので、ちょっと大量の荷物で入院したいと思います。挑みます。はい。何持ってきたんって言われるような感じでね。ワクワクしております。もうプチ旅行でございます。はい。じゃあ、そんなこんなでですね。はい。1月23日ということでですね。1、2、3ということで、この曲を流したいと思います。サザンオールスターズで、フリフリシック FM Osaka. 85.1. FM Osaka. あかねクラブ。FM 大阪カネクラブ。それでは、アバンギャルディの、おかっぱということで、この二人が来ています。じゃあ、新ネタのギャグとともに自己紹介お願いします。はい。はいじゃあ、あなたから。はい。お願いします。すいません、タクシー。あの建物までお願いします。うわ、何ですかこれ。おかしくないですか今の。違います、違います。ほんまに考えてきたんです。じゃあいいじゃないですか。別にこれなくて。はい、どうぞ。初めてするからです。はい、お願いします。はい、タクシー。あの建物までお願いします。わかりました。右から曲がった方が近道なので、そっちから行きますね。左じゃないですか？いやー、もしかしたら、まっすぐかもしれないですね。はい。U ターン？何をずっと言ってんのもう全然入ってけへんねんけど。終わった違う、違う。うん。あなたと懇談。あなたも、近道ルート、右でお願いします。なんかいろいろかけてるし。もう、はい、どうぞ。はい、私は、アバディからメッセージで、ギャグを提供していただいたんですよ。ギャグしろよ、早く。で、アバディからもらったギャグを、そんなん言わんでいいよいい。ですか？じゃあ先にギャグした後に言わないと、そういうのは。じゃあカットで、もう一回お願いします。ちょっと待って、カットとかなしじゃない？早くどうぞ。はい。では行きます。残った西、大野里、東、明日のパンあるかな？自己紹介は？春音です。お願いします。どうしたんですか？違う。だって終わってないのにさ、よく入りそう。あれ、突っ込まへんかったらだいぶきつい状況だったからな。すかしてないですよ、私は。一応助けてあげたつもりだったんですけど。はい。なんですかさっき。このギャグは、はい私の考えたギャグじゃなくって、アバディからもらったギャグなので、受けてみ、いや。それはね、技量やん、オタクの。ちゃいます。ちょっと、人のせいにしないでくださいよね。よかったです。はい。喜んでるんじゃないですか、ファンの皆さんもね。はい、ということで、この二人でお届けしたいと思います。はい、言うても、ちょっとまだ年始の
収録なんでございましてね。まあ、1年間スタートしたわけですけれども。はい。2026年始まりまして。はい。なんかまあ、ちょっとね、これ、だから、ラジオのメッセージとかもみんなさんに募集してるんですけど、だいぶまだ集まってない状況ではあるので、いろいろなんかまあ、聞いていきたいなっていうところはありますけど、まあ一個前のメッセージテーマは、2026年、欲しいものみたいな。欲しいもの。はい。手に入れたいものみたいなことで、ちょっと聞いてはいたんです。一応二人にもなんか聞いてみたいなと思いまして。私は、はい。はるねさんは運転免許おー、が欲しいです。まだ持たれてないんですかで、実は、はいめちゃくちゃ前に、はい。うん。バイクの免許を受けたんですよ。はい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 。落ちちゃった。バイクってそれは何もう一日で取れるから、大型免許みたいなやつほんまにちっちゃい。あ、原付ですかはい。原付かよ。バイクっていうか原付ですね、それは。一日で取れるって言われて行ったけど、はい。惜しくもそうです。惜しくもっていうか、惜しいも下手くれもないですけど。バカチンでした。いや、まあでも、ちょっとね、交通ルールはいろいろ引っ掛け問題があったりするので、まあその辺を、やっぱ、一日、教習所とか行ってたらね、あちょっと、意外と取れたりするんですけど、まあ意外ととかまあ難しいけどね。難しくうん。じゃあ車の免許欲しいですね。はい。そうですね。はい。そして、みゆさんは免許は、春熱ずっと言ってて、みゆさんもお持ちでない。そうなんですよ。私は持ってなくて、はい私たち二人とも誕生日が、あ遅くて3月なんですけそうど、なんです。最初なんですよ。あ、そうなんですよ。全く一緒です。全く一緒で、そうなんですよ。双子ですよね、だから。そううんよろしく。よろしく。はい。3月だから、そう。で、みんな、そうですね取ってる時期に、そうですね。はい。なんて誕生日になってないから取れなくて、確かに、大体私も取ったのは高校生で取ったので、そうですよねはい。8月生まれだから、まあ、誕生日来て、割とすぐめに通いましたけど。誕生日年が足りなくって、全然その時期に取れなくって、タイミングしちゃってるっていう感じです。そうです。でも、あれちょっと早めからいけますけどね。そう、早めから行けるのにもかかわらず足りないかったんですよ。なんでよ、1月ぐらいから通ってたらちょうど3月に取れるやん。いけるで。でもね、まあ、私も車は、もう乗れますけど、やっぱセンスいりますよ。そうですよね。ってなんか車の運転って。どうしても、やっぱりその感覚、車に乗ってる感覚に慣れてないと、ブレーキ踏むタイミングとかわかんなかったりして、なんか寄ってしまうね、運転方法の方もいらっしゃったりとか、私は上手いんですよ。だからこれちょっとだけね、多分これかなと思うのが、子供の時から、車に乗せてもらってた。っていうのは、習い事をよくいっぱいしてたので、送り迎えをね、親にしてもらってたんですよ。ありがたいことに。っていうのと、あとよく車で、出かけてた。家族で。旅行行くの全部車だったんですよ。だから新幹線とか乗った記憶ほとんどなくて、基本車でどこそこ行ってたりしたから、なんかその車に慣れてるっていうか、こういう、なんかわかんないですけど、揺れに。揺れだから、なんか、多分、うまいと自分で思ったんですけどね。でも、ちょっと親は、運転しないでほしいって。そうね。下手くそなんが目に見えてるらしくて。ちょっとみゆさんは特に、はい。ちょっと怖いですね。はいなんかその周りをちゃんとこう見て、危険な、ね、飛び出しとかもありますし、人だったり動物が飛び出してくるのもあったりして対応できるのかなっていう。なんかこの手と足が違う動きしてるっていうのが私はすごい苦手なので。ダンスしてるのになんか手は回転させながら足はないけどな全然手回転してへんけどなっていうのが、両方前後とかやったらいいんですけど、手はこう左右に動かすじゃないですか。手は左右だけど足は上下。上下ってほどでもない。でもないんか。まあ。難しそうやなって思いながらも。まだやめときましょう。そうや多分、一生やめていくわ。なんか怖いわ。確かに。ね。はい、じゃあここで曲いきたいと思います。じゃあ、みゆさんお願いします。
紅白歌合戦の時に見てたんですけど、うん。大好きな花の皆さんと、ちゃんみなさんのコラボが初めて実現して、その時の歌です。ちゃんみな、FM 大阪あかねクラブ。今日のおかっぱトークは春音とみゆが来ています。お願いします。さて、毎週ですね、アバンギャルディのメンバーが変わる変わる登場しているこのアバンギャルディのおかっぱトーク。今月から新企画発動しています。題して、おかっぱ即興劇はい、今年もいろいろと挑戦が待っているアバンギャルディ。これからは演技力も必要な場面も訪れるかもしれません。そこでアバンギャルディのみんなに毎週テーマに沿ったラジオ即興劇を出演メンバーで演じてもらいたいと思います。はい。テーマはこちら。絶体絶命。悪魔に追い詰められ、今にも壊れて落ちそうな吊り橋を渡るしか逃げ道はない。下の川にはワニが大きく口を広げて待っている。無事渡りきれるのか、それとも、という、はい、テーマで今月はやっております。やばいよ。はい。まあこれはだからラジオ即興劇ということもありますから、しっかりと情景を、聞いてるリスナーの皆様にもお届けしながら、果たしてこの二人はですね、無事に渡りきれるのか、それともどうなのかっていうのを二人で即興で、でちゃんと感じ合いながら、やっていただけたらと思いますけれども、意気込みはいかがですか？本気で演技には自信ないんですけど、はい。ルネちゃんと喋る感じで、なんか、本当に喋る感じで、どういうことですか？なんていうさ、演技って思ったら、なんていうの、あの難しいなって。演技をしてほしいんですよ。すいません。喋る感じのこと、これ今、状況をしっかり演じてほしいって言ってるんで、喋られたら困る。ああ、そっか、そっか。はい。春音さん。どうですか？今の言葉聞いてちょっと無理ですか思いました。そうですよね。方向性が合ってるのかっていうところは不安はありますけれども、まあ、お二人ね、生年月日一緒なんで、確かに、双子だから頑張ろう。双子だから、やっぱりそこは、ね、同じ日に生まれたっていうところもありますから、ちょっと息ぴったりで劇していただけたらと思います。それでは、おかっぱ即興劇、よーい、アクション！なんで何か後ろ後ろ待って。足が怖い。そうかもしれない。何どうするここにいる無理じゃない下半身じゃん。なんや。あなたは今、私たちは誰と喋ってるの？怖いんですけど。違うって、ちょっと言われたから。制服は着られてるよって言ったけど、ほんでそうしんちゃん。上半身なかったら、私たち今誰と喋ってるの？なんか逃げちゃった。え？怖いんですけど。じゃあ、誰？そう、上の服がないって言いたかったんやけど。これはちょっと、原さんにも原因があるかもしれないです。なぜこの人がリードしちゃったんですか？なんか、後ろとか言っても、なんか、何がみたいな。いや、まあ、それはわかりますよね。わかんないですよね。いきなり後ろって言われてもね。なんかあったら急にリードし始めてるから、ちょっといろいろごちゃごちゃになりましたわ。さ、後ろ見て、悪魔にごめんなさい。ちょっとこれは、すいません。イレギュラーなんですけど、もう一回やらせてください。で、
一回ミルさんはちょっと落ち着いていただいて、リードでちょっとやっていただけたりしますか？リードでしたいや、ちょっと、春根さんが、この物語を仕切っていたらどうなるのかっていうのを、そのバージョン聞かせてもらっていいですか？じゃあ、いきますよ。2テイク目。おかっぱ即興劇。よーい、アクション！ねえ、後ろ向いて。ハサミ持った。向いてる。下見て。下じゃあ、上口今4つあるから、ワニの口に挟んで、ワニの上を、飛んでみよう。早く上口脱いで。わかった。はい、どうぞ。投げて。4回ジャンプして、こっちの岸までたどり着こう。せーの。すごい。面白かったんじゃないですか？ちょっとあなたは、にしか言ってなかったんで、もうちょっと、意見を述べてほしかったですけど、どうするかなど。わからんすぎて。前髪切られてるんですかまさかの。後ろからおーっと来て、大体襲われるんかな思ったら、前髪攻めだったんですよ。それは問題です、結構。それ逃げないと。ないと。いや、すごいです。面白かったんじゃないですか。まあ、ちょっとはい。まあ、仕切り直してよかったなという。よかったです。得点は、はい。すいません。20点。最低や。ちょっとだけました。これまあ、すいません。2回やりましたけど、1回目の点数で基本的には。2回目はちょっとまあ、エキシビ的なノリでやったので、20点でした。残念。ちょっと伝わらなかった。まあ、そういう一番の問題ですね。演技もそうなんですけど、状況説明。こちらが、やっぱりラジオをする中では、難一のラジオ即興劇では一番大事なことなんじゃないですかね。まあそこをちょっとあまり息が合ってなかったな、という、そこの反省点ありましたかね。ちょっと、はい、次回に期待したいなっていう。ぜひ期待したいなっていう。はい。だから、怖いなという演技は、まあ確かに、少しはね、感じましたけど、残念なはい。感じで。はい。いや、笑いは、マジで笑いすぎて。なんか、ワニにさ、上草さんだりする。面白いですね。なかった発想。やなと思って思いすぎて。いや、すごいよかった。笑い止まれへんからないしな。はい、面白かったでございます。はい、ということで皆さんからも、このリスナーの皆さんからも、このおかっぱ即興劇へのテーマ設定を募集したいと思います。アバンギャルディのメンバーに演じてほしいテーマをぜひ皆さん送ってください。はい、このメンバーにこういう演技してというような、メンバーの希望には添えないと思いますので、どんなメンバーでもできるようなテーマ設定をぜひよろしくお願いします。FM 大阪のホームページをポチッと、そしてメッセージを送るところから、あかねクラブをポチッと選んで送ってきてください。お願いします。お願いします。はい。まあ、ちょっとこれ1ヶ月通してこのパターンで、テーマで、やりましたけれどもね。まあ、いろいろ色が見えていいんじゃないですか。逆にだからこのテーマが結構、これからね、もっと想像力が引き立てるテーマをしてくれたら、演技もしやすいんじゃないかとかね、思ったりしますけれども。はい、ということで、じゃあ続きまして曲紹介お願いします。はるねさんお願いします。はい。私が好きな、はい。プラダを着た悪魔のオープニング曲です。ケイティ・タンストールさんで、FM 大阪あかねクラブおかっぱトークでございます。はい、私ですね、ただいま、入院中でございまして。そうなんですよ。なんか入院しているもので、まあ、だいたい2週間が最低なんですけど、まあ、経過見てどういう風になるかわかんないんですが、
そう、右足のね、前十字靭帯を怪我してしまって、断裂しまして、で、そこを、手術して元に修復するという、大手術でして、人生初めてなんですよ。怪我をすること自体も。あります怪我。怪我はない。骨折とかさ。ないです。あ、ないんや。はい。ない二人とか。はい、ないです。それ、怪我はないけど入院したこととかはあるんですかあります。ある軽く2日とか、あ、ねうん。アレルギー検査入院なんです。全然、可愛いものなんですけど。はいそういった、ちょっと、あるけど、私も、そうしかないそうですね。私も子供の頃にぐらいだったんで、だからちょっとこの大人になってからの入院2週間、ちょっと、はい、不安でいっぱいなんですが、そんな私にも、ぜひちょっと、入院生活2週間長いから、暇つぶしというか、何かちょっとこう、映像っていうかね、映画でもなんかちょっとおすすめしてほしいなと思いましたね。で、お二人のなんかおすすめなのか、最近見たものでもいいんですけれども。映画ですか？映画でもドラマでも。今のところ見ようと思ってるのは、エミリー・パリが、まだ見れてないので、もう新シーズン、はい。エミリー・パリに行くっていうね、すっごく大好きな、ドラマの、はい、ネットフリックスで配信されてるドラマがありまして、エミリーが、パリで、いろいろ仕事したりとか、それからいろんな恋愛があったりとか、もう本当に、最高の、もう見てるだけで幸せになる映画とかドラマがあるんですけど、それの新シーズン見ようかなはあるんですけど、どうでしょうか？じゃあ、はるねさんのおすすめ。私、映画では、プラダを着た悪魔。さっき曲流してましたね。で、今年の5月に、2が、上映される。知らなかった。だから、まずは1をしっかり見てから5月に。プラダを着た悪魔はもちろん見てるんですけど、ちょっとどんなんやったっけっていうめっちゃ細かいところが、もうだってあれかなり前の前です。はい。ものですから、どんなんやったっけ出して多分DVDも持ってるんですよ。だから、好きな映画です。そう。大好きなんですけど、見直します。じゃあそれは。そうですね。映画以外もあるんですか？私、韓国ドラマが好きで。それ聞きたい。韓国ドラマのおすすめは、親愛なる X っていう。何それ？知らないです。なんか成功のためなら人を利用するトップ女優と、そんな彼女をあやゆ不動に純粋に愛する男性がいるんです。恋愛系なんだけど、愛と執着。うわ、ドロドロ系。うわ、だって、一応なんか、スリラーって書いてる。なんかその、ジャンルとしては。そうなんですよ。恋愛じゃないんや。ラブじゃないんや。あるんですけど、なんか、心理ロマンスドラマ。うわー。これはドラマですか？はい。ドラマドラマです。何話かある。はい。あっという間に見れる？はい。あっという間に。結構飽き性で、飛ばしたりしちゃうんですけど、これはちょっと次が気になって。私だから韓国ドラマも好きですけど、なんか私は恋愛のめっちゃ可愛い感じよりは、ドロッとしたのが大好きで、今までやったらペントハウスとか、ペントハウスやら、イテオンクラスとかもめっちゃ大好きだし、うわ、ザ・グローリーとかね。だからもうちょっと、割ともう、やっべえぞみたいなのめっちゃ好きだから、そういう人、そういう刺激、マジか、ちょっと、見たいっす。親愛なる X ね。ちょっとこれはチェック。さんの演技がもう、めちゃくちゃ上手。子役からやられてる方で。そうなんや。見入る演技でした。はい。じゃあ。私は、日本の、最近やってたドラマなんだけど、何ですか？いいこと悪いことです。いいこと悪い。メンバーの中でも大人気だったんですけど、結構連続殺人みたいな感じのミステリー系のドラマなんですよ。なんか結構、これ何回も見たくなっちゃうっていうのがあって。何回も見たくなる？伏線回収をめっちゃしてるんですね。それが、なんか、ワクワクするし、私は、リアルタイムで、やってた時期に見てたんですけど、毎回、このドラマと1話1話の間の1週間で、
なんか、世の中の人が X に、うんここで、なんか、爪が映ってたから、もしかしたら、そうこの人が犯人かみたいな考察をめっちゃつぶやいてんのを見るのが楽しくて。だから、なんか、一話一話ごとの、なんか細かいところまで、なんか考察とかしてるのも、挟みながら見れたら、もっと、なんか楽しく見れる気がします。なるほど。なんか、ちゃんと集中して見な関係ってですよね。だから私みたいながら見だったら、ダメだって。そうですね。ちゃんと集中して見ろよ。背景とかも、結構実は後で、学んできたとか、そうなんですよ。後ろに写ってる写真とか、色が、結構犯人に大事に関わってくるとか、そういうのがあって、ちょっと楽しくて大好き。なるほどね。はいまあちょっとじゃあ、そこもチェックさせてもらいます。はい最近私は、まあこれからいろいろ見ていこうとも思っているが、最近配信されたテンダンスって見ました？です。フリックス映画なんですけれども、竹内涼真さんと町田啓太さんの作品でございまして、社交ダンスのお話でございます。これか。私、社交ダンスめっちゃ好きでして、かっこいいやん、めっちゃ。もうペアダンスさ、一人で、じゃなくて二人で、こう、息ぴったりでやらないとどうにもならない競技ですから、競技ダンスって、すごく好きで、まあ本当に、こんなのがまあ、もともと原作があるんですけれども、これ映画になるんやっていうことですごく楽しみにだったんですけど、想像以上の、竹内さんと、町田さんのダンスが素晴らしい。こういう系の映画って、まあ、それこそじゃあダンスを役者がやりますとか、なんかちょっとやっぱり、まあ言っても私もダンスいろいろ見てる方なので、なんかこう、どうなんだっていうところがそういう見方は若干しちゃうじゃないですか。でもね、なんかすごかったよ。どの期間でこんだけやったんやろぐらい、まあ肉体美もまあ素晴らしいですし、普通にうまってなりました。経験者では、いや、経験者じゃないんじゃない？それはだって、競技ダンスって、ね、なんかそこまでちょっと私はリサーチはできていませんが、そう、すごかったのと、あともう一人、私が朝ドラ大好きで毎日見てますけど、虎に翼っていう、超大人気の朝ドラが出てらした土井しおりさん。はい。この方はね、その朝ドラに出てる時はめちゃくちゃクールな役で、なんかそう、踊りの印象がなんかマジで皆無やったんですよ。もう全くそんな印象ゼロだったのが、今回めちゃくちゃ踊り、みたいな。やばってなって、で、もう一人石井杏奈さんも出てる。石井杏奈さんはわかる。もうそれはダンスのイメージめちゃくちゃあるから。でも土井しおりさん、って思って。てか、まず逆に、この映像、なんて言ったらいい？映像を見てしまって、誰この人、誰と思ったら、朝ドラの人なんてなって、で、ちょっともうさすがに調べて、なんでやって、この人なんでこんなうまいんやってなったら、もう、子供の時からクラシックバレエずっとやらもうね、すごいよ、スキルの高さに圧倒された。グってなって。男性ももちろん大変なんですよ。もちろんね。でも女性はヒールで履いて踊るから、もう相当な、やっぱり軸がないと無理なんですよ。絶対に。そこが、もちろん男性のお二人はもう未経験か経験してるかは、ちょっとそこまでは分かってないですが、すごいとめっちゃかっこいいと思ったけど、女性の二人が、うまってまず、圧倒されたし、まあストーリーとかは、あれですけど、単純にやっぱダンスとしても、なんか見応えはありましたねっていう、かっこよかったなっていう感じなので、ぜひチェックしてほしい。はい、見ます。私なんか本当おばあさんになったら、やりたい。社交ダンス趣味で。でもわかります。ね。やりたいことわかる。やりたいね。やりたい。でもなんか、今はちょっと、まだ、あれだったの。
ちょっとなんか、うちのね、ばあちゃんとじいちゃんやってたんですよ。今日、その、社交ダンスを趣味で、はい。やってたから、だから子供の時から、そういうパーティーとかもよく行ってたんで、憧れます。憧れ。だから、私もぜひやってみたいなっていう、スカは、そう思いました。ぜひ皆さん、はい。チェックしてみて。ます。告知ありましたらぜひお願いします。アバンギャルディライブツアー2026全国6都市開催決定です。はい。大阪は5月23日土曜日、NHK 大阪ホールで2公演行います。はい。6都市で開催しますので、ぜひ皆さんね、どこかの街に、てかどこかの公園には絶対来てくれよな。お願いします。はい。詳細はぜひアバンギャルディのホームページなどご覧ください。お願いいたします。はい。ということで、じゃあお別れに一曲。アバンギャルディ×ナイトテンポさんで、ワークイット。はい。ということで、今週のおかっぱトークは、はるねとみえでした。ありがとうございました。